2023年3月1日から15日までの水亀座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。3月1日から15日までの水亀座さんのリーディングを行います。まずこちらにストレングス、力のカードが出ております。あなたの強さが試される。そしてこの時、今のあなたの強みとは何かというのに気づけると言われていまして、こちらに悪魔のカードとコウモリのカードが出ておりますが、この時本当に要注意なんですけれども、魔が差してしまうような出来事がある。その魔が差してしまうというのを回避するために、今回たくさんメッセージが出ているんですが、その魔が差すことを回避していくことによって、今のあなたの強みと弱み、これから何を活かしていけばよいのか、何を目標に進んでいけばよいのかということに気づける。そしてその魔が差してしまうというのも、この悪魔のカードの絵にも出ているように、食生活で現れてくる可能性があって、例えばストレスで食べ過ぎてしまう、飲み過ぎてしまう、タバコの量が増えてしまう、運動不足になってしまう、あとはこのコウモリのカードも出ているということで、夜中に食べ過ぎてしまうとか、ストレスが過食やお酒の飲み過ぎに現れやすい方は、こちらに雲のカードも出ておりますが、一時的な問題であっても、あなたの健康にとって良くないですので、この時は気をつけていただきたいですし、そして魔が差すというのも、こちらにセンシュアリティのカードが出ておりますが、この時はフェロモンの蓋が開いているような状態で、とてもモテる時ではあるんですが、それが魔が差すことにつながってしまう可能性もあって、こちらにカップの5も出ておりますが、この時この恋愛や結婚で魔が差してしまうと、おそらくこの期間内で泥沼になる。この時始まる恋愛というのは、あなたにとってあまり良くないものかなって思いますし、あとこの時魔が差して浮気をしてしまったというような場合も、それが恋人やパートナーの方との関係悪化だけではなく、例えばお仕事にも悪影響を与えていくとか、所属していたグループから仲間外れにされるとか、この時魔が差してしまうと、この一時的な問題だけではなく、後を引く問題も発生してしまうと思うので、繰り返しになりますが、魔が差さないようにとにかく注意してください。そしてその魔が差すというのも、何かの中間地点にいる方がいるのかなって思ったんですが、それは大きな目標があって、その中間地点。長い結婚生活、恋愛の中での中間地点。というのも、今回数字が5番が多くて、カップの5、そしてこのジャガイモのグラウンディングのカードも5番、悪魔のカード15番。ですので、その中間地点のようなところで、停滞期に陥ってるとか、例えばこの食べ過ぎてしまうというのも、ダイエットの停滞期で、今まで必死にダイエットを頑張ってきて、なかなか体重が減らなくて、それがあなたのストレスになってしまって、ついつい食べ過ぎてしまって、激しくリバウンドをしてしまうとか、そういうように、この時一瞬魔が差してしまうということが、今までの努力を無駄にしてしまう。それで、この時魔が差さないために、一番おすすめかなって思ったのが、このグラウンディングのカードなんですけれども、このカードには太陽と月が描かれてまして、
ですので、より地に足をつけて生活していくために、今の自分を知るために、日中と夜に日課というかルーティンを作る。そのルーティンというのも一つだけでもいいので、日中は必ずこれをする。夜は必ずこれをするというように、自分の健康のために、それは心の健康、体の健康、両方に効果があるとより良いと思うんですけれども、何か健康習慣、もしくは自分自身と向かい合うような習慣を持つ。例えば毎日、必ずこの野菜を食べるとか、体にいいものを取り入れる。あとは朝ごはんは必ず何時に食べるなど、食事する時間を決める。もしくは運動を習慣に取り入れる。ウォーキングやラジオ体操、ストレッチ、ヨガなど、毎日続けられるものを選ぶというのがとても重要で、そういう毎日運動していくことによって、この魔が差すということを回避できる場合もあると思います。それだけ運動不足の方もいるのかなって思ったんですが、あなたがより活躍していくためにも、そういう健康習慣、運動習慣を毎日できるようなこととして取り入れる。その自分と向かい合う手段として、ジャーナリングや瞑想などもおすすめなんですが、たとえそれが三日坊主で終わったとしても、どれが3日続いた、1日しかできなかったというように、実際行って、その結果に気づくということが重要で、なので、この日課というのも、先ほど申し上げた以上に、あなたを健康にする、今の自分自身と向かい合うための日課というのは、たくさんあって、少し検索しただけで、いろいろな候補が現れてくると思うので、それでいいなって思ったようなものを、次々と挑戦していくというのもおすすめかなって思います。例えば、一度に全部を挑戦するというのではなく、一つが三日坊主に終わったら、4日目から違うのを始めるとか、そういう風にして、今の自分に合ってるのはどれなのか、昔はできたけれども、今はできない。逆に昔はできなかったけれども、今はできるというようなものもあると思うので、ぜひこの時は何かしらの日課を取り入れていく、自分を健康にする、そして自分と向かい合えるような習慣というのを毎日の生活に取り入れてみるというのが一番のおすすめです。それが次に進んでいくためにとても重要で、その何ができるのか、できなかったのか、どれぐらいできたのか、昔は1万歩歩けたけれども、今は全然歩けないとか、昔は1行も日記を書けなかったけれども、今回は1ページを埋めることができるような日記を1週間苦もなく続けることができているとか、そういうふうに今の自分と現実と向かい合う機会を持つことによって、今の自分の強みと弱み、あなたができることできないこと、じゃあ次どうしていけばよいのかということが自然と見えてきて、この魔が差して泥沼にはまるということを回避することができる。そしてこの今の自分を知るということは、この中間地点で見失いがちな、本当は自分は何をしたいのかとか、何ができるのか、あなたにとって誰が大切なのか、将来どうなっていきたいのかというような大切なことに気づける。ここで気づくか気づかないかで人生が変わってしまう可能性もありますし、あなたが人生を謳歌していくためにも、今の自分と向き合って、今の自分を自分で分かって、そして健康習慣を取り入れていくという基盤を作っていくのが重要。このカップの5には、悲しくなるような記憶を持ち続けるより、それを忘れて微笑む方がずっと良いという意味の言葉が書かれているんですが、今回魔が差してしまうようなことというのは、一部の方にとっては過去同じことで魔が差してしまった経験があるという場合もあれば、なかなか過去の失敗や失恋を忘れられなくて、それが不健康な生活習慣につながっていたりとか、今の自分と向かい合えなくて、
なかなか次に進めないという場合もあると思うんですが、この時停滞していくこと、何か立ち止まるような出来事というのは、あなたが自分自身とつながるため、自分の健康を見直すため、生活を見直すため、自分の目標を再確認するために起きている。あなたが人生を謳歌していくために、この時の立ち止まるような出来事があると言われていますので、どうか今までの努力を無駄にしないように、魔が差さないように気をつけていただいて、この時取り入れていく日課や日々変化していく自分を楽しみながら、この危険を回避して一時的な問題を乗り越えていただきたいなと思いました。それでは3月1日から15日までの水亀座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。